休み時間になってもですね、皆さんもう進んで休憩返上して夢中になるぐらいやってくれたんですね。こんにちは、柳沢です。入門者の方にですね、囲碁のルールを教えるときに、字から教えるか、石を取ることから教えるか、最初の入り口として、大事なテーマになりますね。で、これは僕自身両方試したんですが、その結果今では囲碁において得点となるものが2つあるということをまず最初に言っておくと。で、そしてまず石取りを教える。そして字を教えるという順番に落ち着いています。これはですね、まず石取りから教えるのが説明しやすいっていうのはね、間違いないと思っています。が、いわゆるポン抜きゲームっていうものには僕は反対の立場を取っています。ただ僕も最初の頃はですね、いわゆるそのポン抜きゲームをやって教えていました。まずその石をね、囲んだら取れるというルールを説明して、で、じゃあやってみましょうと。で、先に3個取った方が勝ちですよとか、5個取った方が勝ちですよとか、やっていました。そのやり方が完全にしっくりきていたわけではなかったんですが、ある時ですね、僕の中で、決定的な出来事がありました。その時ね、教えていたグループの中の一人の女の子が打たなくなって固まったままですね、泣き出してしまったんですね。で、なんでかっていうのを聞いていったら、こういうようなね、局面だったんですけれども、ここで白番なんですが、ここでどこも取れるところがないって言うんですね。で、全くその通りですよね。で、すごくセンスが良くて、ちゃんとその、先を考えてるわけですよね。で、この本質に、近いというかね、ここ取れるところはないと思うのが、非常に自然な、考え方なわけですが、しかし、あくまでもこれをポン抜きゲームとしてね、続けるのであれば、もう何も考えずに目つぶって、とにかくベタベタこの辺にくっつけていくしかないわけですよね。常に取ることを目指すというのは、そもそもですね、囲碁というゲームの本筋からちょっとずれていて無理があるわけですよね。だからそこでですね、より本質に近い考えを持っている子の方が泣いてしまうという教え方は間違っているんじゃないかと思ったんですね。で、ポン抜きゲームっていうのはですね、説明しやすくて、やってもらいやすいんですよね。大人でも子供でもやることが分かりやすくて、やった取ったっていう風にね、喜んでくれるんで、ついついね、頼りがちになってしまうんですが、これをね、やりすぎると、ひたすらですね、ずっと取ることのみを狙ってベタベタくっつけていくという囲碁の本質とちょっと離れた感覚が染みついてしまうんですね。で、そこから次のステップに進めなくなって、そうすると囲碁の醍醐味を味わうことなく終わってしまうという結果になってしまうわけですよ。ポン抜きゲームはですね、一時期すごく流行った教え方ですが、そのことを感じた方は多いと思います。で、じゃあ、だから字から教える方がいいんだという方も多くてですね、僕もその教え方の順番を取っていた時期もかなりあるんですが、この囲んで陣地を作るっていうのはですね、ものすごい難しい概念ですよね。例えばね、一例としてこういう形を作ったりするじゃないですか。ここで、こっちが黒の陣地でこっちが白の陣地ですね、という説明の仕方があると思うんですけれども、その説明自体はね、理解してもらえるんですけど、大体。しかし、じゃあ実際やってみようとなった時にですね、こういう形ができて陣地と言ってるけれども、これ入っていいんですよね、となりますよね。例えば、この辺とかに入ってみましょうか。ここ置いてもいいんですよねって大体言われるわけですよ。で、こういうところが結局ぐっちゃぐちゃになってしまうことが多いですね。で、結局、その指導者のサポートを受けまくってなんとか終局までたどり着くものの、その自分でやってる感が得られないということになって、教えてもらったことは私にはできないんだ。囲碁って難しいって感じて遠ざかっていくということが、多々あるということなんですよね。で、これはですね、もう上級者から見ると、こういうところにはもう入ってこれないというのが一目瞭然なわけですが、初心者にはその意味がわからないわけですよね。で、実際のこういうところに入ってうまくいっちゃうことも全然あるわけですよ。生まれて初めて囲碁をやった人がこの白を正しく仕留めるのは結構難しいと思いませんか？例えばね、こういう風にやってすぐこうなって、
で、これが当たりだって言ってこう逃げて、こんな風になってですね、あっという間に黒が取られて大逆転するっていうのももう全然楽勝でありえますよね。とかね、こっちからこう、攻めていって、こう全部こっちから打っていって、まあこれが全部死ぬみたいなこともありますよね。で、上級者の目から見てですね、まあこれ、まあいくら、まあ例えばね、こういう風にやれば取れるでしょっていうのを教えてもですね、まあ、これは理解するの難しいですよね。いくら丁寧に説明したとしても、やっぱり初めて算数を習った子供にいきなり方程式を教えるようなものとでも言うんでしょうかね。もうかなりステップを飛んでいるのでですね、まあこれなかなかわからないんですよね。まあ説明すればね、なんとなく、あ、わかりましたと言うかもしれないんですけど、本当腑に落ちるところまで行くのはね、まあ難しいですよね。しかし、でもこういうのが、取れるというのが、腑に落ちていないとですね、囲んだら、ここが、自分の陣地になるということが、ピンとこないわけですよね。で、じゃあ、どうしているかっていうと、まず最初にですね、もう囲碁において得点となるものは2つあると、伝えます。で、一人から教えるんですが、で、その後はね、ゲーム形式やってもらうんですが、ポン塗りゲームというくくりではやらないで、あくまでもですね、石を取る練習としてですね、石を取る、まあ、この囲んだら取れるというルールを説明した後に、まあ、せいぜい1回か2回ぐらいゲーム形式で、まあ、やってもらいます。で、特に何個取ったら勝ちとかも決めません。勝ち負けをつけません。あくまでも石を取る練習ですよね。というか、まあ、この今説明したことを実際にやって体験してみようというのが趣旨ですね。でもそのもう一個、まあ、この後その得点になるものを説明するんだけども、まず、この一個説明した石を取るというものを体験してみましょうということですね。で、まあ、さっきのね、まあ、その女の子が泣いてしまったような状態ですよね。こういうところまで、来たら、まあ、これはですね、一回その最後までこの盤面が、もう埋まりきってどこも打てなくなるまでやらせるとかですね、まあ、その子供とか、まあ、その習ってる側の、理解度によって、まあ、どの時点でその次の説明に入るかっていうのは、いろいろあると思うんですが、まあ、基本的にはその、一緒にゲームにその限界が来たら次を教えてますね、僕の場合は。こういう局面まで来たら、この局面を使って字の説明に入ります。その最初にですね、こう2つ得点になるものがあるよと、言っていたその2つ目をですね、ここで発表するわけですね。つまり、こういうところも得点になりますよと。いうことですね。この自分の意思で囲んだ地面、囲んだ空間ですね。とか、まあ、例えばもうちょっと進んで、まあ、黒石がもしこういう風になってたら、ここも得点になりますよと。このですね、相手から入ってこれない、まあ、入ってこられても取ることができる、こういう自分の意思で囲んだ空間が、得点になると説明します。やっぱ陣地の本質はですね、こう自分の意思で囲んだっていうだけじゃなくて、相手からね、入ってこられても取ることができるっていうのがすごい大事な、大事なポイントですよね。ここを一番早く掴んでもらうには、この順番で説明するのがベストだと僕の経験では感じています。こういうですね、入って、まあ、もしね、こう入ってこられても、こうすぐ取れるわけじゃないですか。だから、ここはあなたの得点になりますよという説明はですね、まずね、ここに入って来られてもすぐ取れるよねということは分かりますし、で、じゃあそこはあなたの得点になりますねということは、初めて囲碁に触れた人でも理解できるんですね。ちゃんとその階段を一歩一歩上がっている感じがします。その一番大事だと思っているのが、やってるその人の中で、ゲットしたっていう感覚を得られるかどうかが大事だと思ってます。
石を取ることももちろんゲットした感があると思いますし、で、この地を取るっていうのもね、ここが、自分だけの陣地だということに確信が持てると、ゲットしたっていう感覚が、出ると思うんですね。ですから先に陣地っていうのを説明して、なんとなく真似してこういう形を作ってみてもですね、ゲットした感がないと思うんですよ。で、実際ですね、初めてその方法論で入門講座をやった時に、これ親子で、受けてもらう講座だったんですが、最初に講義した後、休み時間になってもですね、皆さんもう進んで休憩返上して夢中になるぐらいやってくれたんですね。もちろんですね、まだぐちゃぐちゃになってしまうこともあるんですが、ちゃんとその何を目指せばいいのかが分かって、で自分で考えてプレイできているんですよね。結構グループ全体がそういう風になったので、僕自身驚きましてですね、それまでのやり方ではですね、やっぱりどっかもう付きっきりでフォローしてあげないと、もう何していいか分からなくなっちゃうっていうところがね、必ずあったんですけど、このやり方を始めてからですね、そういうことも、あんまりなくなってきたわけですね。要するにですね、もう囲碁が難しいゲームであることは揺るぎない事実なんですが、これですね、僕一時期ね、囲碁は皆さん思ってるほど難しくないですからやってみましょうっていう勧誘の仕方をしてたんですけど、ちょっと無理があるかなと最近思ってます。もう難しいですよね、囲碁ってね。はい。ですが、教え方によって無力感を感じてしまうのか、もう難しすぎてもうこんな断崖絶壁はもう登れませんというふうに感じてしまうのか、ちゃんとですね、自分の力で登っていけると感じることができるかどうかの違いですよね。ちゃんと適切な伝え方ができれば、後者の方でですね、感じてくれると思うんですね。自分の力で登っていけると思えば、別に難しくても面白いわけじゃないですか。もちろんですね、もっと画期的な教え方があるかもしれないですけれども、引き続き研究していきたいわけですけれども、実際にこういった自分の、成功体験と言っていいんでしょうか、そういうものを重ねてきて、今はこのようにやっております。はい、というわけで今回は以上です。この動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録、ご感想ご質問リクエストはコメント欄に、Twitter のフォローもぜひお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。